第2回ダイナミック TV 始まりました。始まりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。私ピースマンと申します。ダイナ佐藤です。 MC、MIC です。 MC、MIC とダイナ佐藤、ダイナミック、このコンビネーションと私ピースマンで今日もお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからはダイナミックシステム、よいしょ来ましたね。ということで、はい、ダイナミックシステムというのはですね、毎月これ本当にこうダイナミックなオーディオのシステムを紹介していくという番組なんですけれども、今日はね、ちょっと私の印象でいくと、あれ前回のこの大きなダイナミックからあれコンパクトですごくシンプルなシステムになってますけども、もう見てもらった通りというか、多分映ってる通り、随分1回目を見ていただいた方からすると、手抜いてんじゃないかっていう前回めっちゃでかかったですもんね。そうですね。しかもアンプダブルみたいな形になってましたけども、分かれてましたよね。そうそう、かなり、前回はスピーカーとアンプとプレイヤー、しかもアンプはすごい分かれてて、プリとパワーとパワーが2個みたいなのだったんですけど、ダブルでしたよね。これにもうプレイヤーとアンプが入ってる状態とスピーカー以上、ね、こんなシンプルな形ですよね。で前回は2300万円のオーディオシステム、で円を使わずこちらではダイナという言葉を使っていきたい。ちょっと特殊な通貨を、ね、ちょっと2300万円っていうとんってなりますから今言いましたけどね、言っちゃいましたけど、2300万ダイナだったものが早速聞いちゃいます。今回のこのオーディオシステム、どれくらいダイナなんでしょうか。今回は、前回に比べるとこうちょっとギュッと絞って226万5000ダイナ、だいぶ削りましたけどね、刻んでいきましたけど、じゃあざっくり230万ダイナ、ゼロちょうど10分の1ぐらいね、一つ取れた感じ。230万ダイナですね。値段がこう、安くというか、値段が下がっていくとオーディオシステムとかオーディオの音自体が下がっていくとか、そういうこととはまず全く関係ないので、そこは、切り離して、今日は今回のシステムで特別なシステムなので、それは一つまたちょっとね、いろいろバリエーションを見てもらうと楽しいかなと思いまして、ご用意しました。金額もサイズもね、前よりすごく小規模に見えるんですけど、質はめちゃくちゃ高いので、で具体的にはどんな感じなんでしょうか。これね、もう本当に説明がまず簡単なんですけど、スピーカー右と左にありますよね。右と左か。でここにネットワークプレイヤープラスプリメイアンプっていう、再生とアンプが全て一体型になったもの。これはリン、スコットランド、前回もリンでしたけど、プレイヤーがリンでしたけど、あのプレイヤーにそのままプリメイアンプ、インテグレーテッドアンプリファイヤーが入ってるということです。そうなんです。リン、イギリスのスコットランドというところで作って、モデル名がセレクト DSM っていうんです。セレクト DSM、名前だけ聞くとなんとなくまだひょっとしたらつながりがないかもしれないですけど、本当に名前の通りセレクト、DSM っていうのは DS という、リンのネットワークプレイヤーのデジタルストリーミングっていう名前が入ってる。M がつくものはアンプも入ってますよっていう、M っていうので、それはちょっと細かいところなんで。でセレクトっていうのは何がセレクトかっていうと、使われる皆さんの環境によってその内容のシステム、この側は変わらないんですけど、中のシステムを少しずつ変化させることができるんです。要するにその人に合った状態で組み上げることができるので、それが例えば3人いれば3用違うかもしれないじゃないですか。機能を拡張したり、または省略したり、ということがセレクトできるという名前の製品なんです。僕はアンプを持ってるからプレイヤーだけでいいやって場合は、これアンプ機能をなくすこともできるし、すでにね、プリメイアンプとかアンプを持ってらっしゃる方が、これをもう単純に DS としてプレイヤーとして使いたいっていう場合は、そのアンプ機能がなくてもいいですよっていうのが。なるほどなるほど。1回目でも名前だけは触れたんですけど、ネットワークプレイヤー、ちょっとだけ言いました。来ました、ネットワークプレイヤー。今日はそこからもう一歩だけ入って、ちょっと細かい説明いき出すと長くなってしまうので、一歩だけ入っていきたいと思います。すっごいオーディオ的に理屈っぽい説明をすると、イーサネットを介した DA コンバーターですね。
とってもちょっと箇条書きでいきますと、まず手持ちの CD をパソコンを使ってデータにして近くのハードディスク、NAS っていうんですけど、保存するデータにして、それを再生するのが一つ、あとはネット上からストリーミングプレイヤー、ストリーミングって言って、月額制でねお金を払って、Spotify とか、iTunes ミュージックとか、あとタイダル、クーバスっていうのもあったりするんですけど、っていうデータを再生する、それは手持ちの CD をデータにしてないですけど、持ってないですけど、どこからやってくるという、それも再生できるというのが、おおよそそれら入ってきたデジタルの情報をアナログに変換して、送り出すというのがネットワークプレイヤーですね。CD だったりレコードをこう再生するぞっていう時にデータをこう入れ込んで、そうです。もうフィジカルな CD とかっていうものをトレーに入れて再生ボタンを押すとか、そういうことは一切メディアがないんでね、ないですね。中身だけね、これがネットワークオーディオの新しさですよね。そうですね。いくつか注意点はあるんですけど、Spotify とかiTunes Music ですか、月額制のサービスってもう多分皆さんきっと、多分多くの方が楽しまれてると思うんですけど、サブスクを、それはサービスのある中でいくとちょっと音楽のデータ量を少し削った、扱いやすい状態のサービスにしているので、値段もお手頃でっていうのはあるんですけど、少し値段出してもらうと、その音楽のデータを削らない状態で CD と等倍のデータを再生できる、サービスも、実際もう何年も前からあって、Spotify とか iTunes だとだいたいデータの数値がビットレートでいうと200から 300kbps っていう感じ、CD って実はすごい高くて、1400kbps あるんですよ。数値でいうとそんだけ差があるんですけど、今実はその CD と同じぐらいのビットレートでそのままストリーミングができるサービスっていうのが増えてきてます。これ意外とそういう細かい数字の話をすると、そんなに聞いてもわからないんじゃないかとか、こうちょっとマニアだけの間での話のように聞こえちゃうんですけど、意外とそういう MP3 とか比べると分かる。一般の方の方がその音質の差はこういうオーディオで聞かなくても、パソコンを目の前にして PC のスピーカーから鳴らしてもその違いがよりはっきり分かるぐらい分かりますよね。違うので、あと場合によってはもう CD っていう器に入れる必要がないので、もう 1400kbps はるかに超えたビットレートのものもいわゆるハイレゾっていうことですね。言葉でね言うと、言葉で 192kHz24 ビットとか、あともう PCM ですらなくて DSD 進行とかありますね。そういったものがもう再生できて、リンのこのセレクト DSM というのはHDMI の入力も ARC 動作でできる HDMI 入力というのもあるので、例えば映画を見たいっていう時に、例えば Apple TV とかからそのまま HDMI で入力して映画を4K の映画もありますしね、それもいろいろサービスがありますよね。それも大きなモニターで見ながら、サウンドはこのハイクオリティなサウンドで再生したりとか、いろんな用途に使えますね。なるほど。やっぱ便利と質を両立しているっていうところがありますね。便利なだけなものとか、あとものすごく使いにくいけど質がめちゃくちゃ高いものってありますけど、すごく塩梅よく両方、なるほど、バランスがいい、使う人に合わせて機能を変えていくことができるし、HDMI 入力があるということは、映画をサラウンド2本のスピーカーだけじゃなくて、5本6本のスピーカーで映画をサラウンドで再現するということもこの一筐体でだけでできる、そういった拡張性が非常に高いということなんで、これだけお話しするとちょっとね小さい、サイズが小さいんでね、もう早く音ちょっとどんな音か聞いてみたいっていうのもあるかもしれない。ぜひぜひ。まずはスピーカーの説明の前に、ちょっとパフォーマンス聞いていただきましょうか。聞いてみましょうか。こちらはもちろん一筐体デジタルなんで、CD をリッピングした、今日は CD リッピングした僕の手持ちの CD をリッピングしたデータを再生してみたいと思います。それではどうぞ。
どうでしたかね。やばいね、やっぱりね。やばい、曲ももちろんやばいですけど、とんでもない音出しますね。立体感が半端じゃない。心がね落ち着きません。いや本当にこんなにコンパクトなのにどんだけでかいスピーカーかっていうぐらいの、まあちょっとこれ言えてないかもしれないですけど、この小ささでこの立体感は本当にちょっとこれやばいですね。スピーカーの説明ね、残りいっちゃいますね。お願いします。リンのねシステムはもうご説明しましたんで、はい、ここから出ていっている信号の最後の出口がこのボーニックっていう方が作ってる、ボーニックオーディオ、日本ではボーニックオーディオのボーニックオーディオスピーカーの型番はダブルの5っていうダブルの5、型番になります。はい、全てダブルというのがついて、ボーニックオーディオは大中小と大きいのか、サイズが3種類3種類あります。これはその中の小ですね。一番小さいブックシェルフスピーカーでダブルの5という数字がついています。ブックシェルフでよく言われるその小さいけどびっくりするぐらいサウンドステージが広いってブックシェルフスピーカーでよくみんなが褒めるやり方なんですけど、これ本当にその通りで、その中でも群を抜いてそうだと思います。そのテクニックの一つとして少し今前からだと見えにくいかもしれないんですけど、スピーカーにはユニットっていうのがついてるんですよ。高い音が鳴るユニット、低い音が鳴るユニットっていうのがついてるんですけど、その低い音が鳴るユニットって今前から見えにくいと思うんですけど、実はサイドに設置してあるんです。だからサイドウーファーっていうタイプなんですけど、そういう時どんな感じで説明してあげたりしてるんですか？どういう感じで横から音が出てて心配だっていうふうに想像する方もひょっとしたらいるかもしれない、しますよね。いやびっくりしました。これサイドにユニット、ウーハーがある、これすごい特徴的ですね。割とそう、サイドウーファーっていうのは結構既存技術で昔からあるんですけど、確かにその面と向かってユニットが自分向いてないんで、そっちの方向に音来てくれるのか心配になるかもしれないですけど、低音域を主に担うので、低音域というのは指向性がほとんどないんですよ。高音域はまっすぐ進むんですけど、低音域は物にこうキャビネットにね回り込むような特性があって、だから結局実はどっち向いてても関係ない。低い音の鳴らすユニット、ウーファーはどこ向いてても関係ない。そうですね。ここについてるとこう音がね、なんかこうぶつかったりするような、こっちに来そうですけど、ぶつかったりするイメージはありますよね。けどものによってはね、ボトム下向いてたり上向いてたりするものもあったりとか、低域の指向性のなさっていうのがあるので、そのを利用してキャビネット作りはスリムに、でも一番面積の広いところにウーハーを持ってくると。実際聞くとね、やっぱ低音しっかり聞く場所まで届いてくれる。そうなんです。なので
ブックシェルフで中でもすごいサイズが小さいんですけど、さらに小さく作り上げることができた。そう、もしこれが真ん前にあったらこの分バッフル面、正面の面が広く取らなきゃいけない。はい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 。代わりにギュッとコンパクトにね。そうそうそう。なので見た目前から見ると細いんですけど、先ほど聞いてもらったように、何十人の大合唱、あと本当に太鼓っていうんですかね、打楽器の音がものすごい下から足元を襲ってくるような最低域が演出できるっていうのは、もうそのテクニックが生きていると。ね、こんな小さいの2つで、もう教会でかいの飛び出たっていうダイナミックさありますよね。ホセ・カレラスの声が出てきた時にちょっとびっくりしますよね。そのステージの中にポカンっているサイズ正確に出てきますから、大合唱の人数まで想像できるようなパフォーマンスがこの小さい2本のスピーカーで再現できると。これはすごい。細かいところたくさんあるんですけど、キャビネットの木材、材質、木材に天然木を使っているというのも大きなポイントなんです。木材、天然木っていうのはぶどまりが悪くて扱いにくい、乾かしたり乾燥したり反ってるものは使えないとか、本当にぶどまり悪いんですけど、あえてそれを音響面のプラスと考えて彼は天然木を使ってるんですよ。それってとってもね、実は今の時代面倒くさい、大量生産には向かないなるほど、作り方をしてまして、簡単というか、たくさん作るんだったら MDF とか、そうですね、同じ仕上げ、同じ形、がないように作るとしたら、そういった技法はたくさんのスピーカーに使われてるんですけども、その手法は今彼は選ばないで天然木を使ったあんまりないですね、珍しい。なるほど、天然木珍しい、本当に珍しい。なので、このペアは、このセットはもうこれだけにある木目ですから、同じ色、同じ製品を注文していただいても、性能はね同じだけど、見た目の木目はやっぱり微妙に違ってくる。そうすると世界にオンリーワンという。そうですね、あなただけのというのがありますね。キャビネットの中の構造とかも見てもらった方がいいですかね。そうですね、ぜひぜひ。このシンプルなキャビネットの中の構造って実は結構面白いんですよ。モデルとしては分かりやすく、その大中小とあるボニックのスピーカーの中で一番の大モデルをちょっと持ってきました。サンプルです。どうですか、これ大モデルの中身なんですね。真ん中で真っ二つに切ったカットモデル。もうちょっとこっち側で見てみましょうか。こんな感じ。わかりますかね。ここにサイドウーファーが入るわけですよね。これスピーカーを上から真っ二つね。ここにもユニット。ユニットの内側はこういう迷路みたいになってるんだけど、これはいろいろ技術的に音質とか音場とかを稼ぐためのいろいろテクニックの一つなんですけど、僕らが見て面白いのはこんだけねたくさん迷路がある中でいうと、これね全部ね低音のためなんですよね。そうそう。低音のため。本当にね中ぐらいの音が出るところと高い音が出るところ、ユニットあるんですけど、見てもらうとここね閉じてるでしょ。閉じてあるんですよね。本当だ。ここから空気って逃げないんですよ、これ以上は。でここ全部ねどこに繋がってるかっていうと、このねサイドウーファーの低音なんですよ。でそこから背面のダクトにドゥーン繋がれるという。これは当然スピーカーを作ってるエンジニアの人中では、じゃあ自分なら違うアプローチをするとかある、いろんな方法がある場所なんですけど、これはねでも一つ面白い。余談ですけど、そうトンネルの中通ったり階段の螺旋階段とかで声出すと響き方違うじゃないですか。ああいうアコースティックなエフェクトを人工的にスピーカーに計算して、迷路みたいになってるのはそういう意味。多分何度もトライして何パターンも作って、自分好みの仕上がりになってるのをやってると思うんですけど、それがこの小さいのの中でも凝縮されてるんですよ。形がダブル5っていう型番の中に落とし込まれてるんです。あれの縮小版がこれですね。本当はねウーファーのユニットの時に少し説明すればよかったんですけど、実は僕たちからしか見えてない場所にもう一つユニットがあるんですよ。なんかわかりますかね、目にこれじゃないかっていうのは。なんかこれ穴ありますよね。そうなんですよ。スピーカーは後ろにスピーカーケーブルが2本刺さってるんです。その間に小さな丸いスピーカーターミナルの上にあるこの小さなユニット、
はい、これもスピーカーの一つなんですけど、そのユニットの名前がアンビエントツイーターっていう。アンビエントツイーター。アンビエントツイーターで、これはスピーカーの一部で。そうです。ユニットの一つですね。ユニットの一つで音が鳴っていると。鳴ってる。そうです。ある特定の周波数だけ出すんですけども、磁石の入っていないパッシブのラジエーターなんだけれど、2ウェイの本体以外にも背面にある膜からこう高音域を後ろに向かって放出している。すごいですよね。前にあって、サイドにあって、後ろのこんなちっちゃいところから出して、それがアンビエントだっていう。そうそう、それが環境空間の表現に隠し味。今回のダイナミックシステムはまた前回とは違ってコンパクトかつシンプルなのにすごい立体感のサウンドが感じられる、まさに小さな巨人でしたけども。ありがとうございます。もうオーディオもいろんな種類があるし、音楽の聴き方もいろいろあっていいと思うんですよね。だから、BGM みたいなね聴き方でもいいと思うんですけど、僕たちが紹介するもので変わらないのはスピーカーがずっと2つっていうこと。でその2つのスピーカーの前に座って聴くっていうのが、ステレオという聴き方ですけど、ステレオね、試しにね目をつぶってこうゆっくり聴いてみて、きっとまた気づくことがあるんじゃないでしょうか。そう思います。これね、ご覧になっている方もぜひこのダイナミックオーディオに来ていただいて、こう体感をしていただきたいと、思ってますんで、この MIC とダイナ佐藤にもオーディオのことは何でも聞いていただきたいと思っておりますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、皆さんとはまたダイナミック TV でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。So